人とは違うデザイナーズのアイテムが欲しいっていう時に買った。彼の作品をメルカリとか駆使して買い集めていて、こういう柄実はついてなかったんですよ。もうラフもびっくりですよね。こんにちは、シュトーレイです。今回はですね、珠玉の5選ですね、大好評のこの企画なんですけども、私がね、一番おしゃれだと思ってる、日本で一番おしゃれだと思ってる、ハードル高々の本当だよそのかりんちゃんです。かりんちゃんをこの間、スナップの会にもね、出てもらったんですけれども、かりんちゃんの珠玉の5選なんだろうということで今日はお呼び立てさせてもらいました。ありがとうございます。結構前から知ってるんだけど、365日同じ格好しないと豪語するくらいのそう、一応そういうコンセプトでインスタではやってますね。今日もね、今日は何着てるの？今日はちょうど先週届いたリトゥーンバイの、リトゥーンバイなんだこれ。このバッグのようなベストとハットの組み合わせが届いたばっかりで、今日初おろししてきました。可愛い。何に使うかちょっと分かりにくいやつ。そう、何入れようかなって悩んでるんですけど。iPad くらい入るねこれね。後ろもなんですよ。で、ここにもなんかこうあって、さまざまなポケット。すごい、これで生活できるやん。ベストが結構活躍しそうだなみたいな。1泊2日の旅行に行ける。そうで、花柄だったんでガニの花柄合わせて花で好き、癖強いの好きでこれはラフシモンズね。この時期のやつすごい欲しかった。そう、これ気に入ってて。美獣ついてるんだね。美獣ついてる。取れちゃってる1個。そういうこともあります。そういうこともある。でこれベアっていうお気に入りの指輪です。今年買ったんですけど、私は金属アレルギーなんですよ。でもこれ加工してるんでつけれるし、すごく石も綺麗なんで重ね付けでいつもつけてて気に入ってます。これつけてるイメージある。ちなみにこの場所なんですけど、そうだこの場所はね、池ノ上から徒歩3分くらいかなのロジーンというカフェで、かりんちゃんが結構懇意にしている、月2、3ぐらいは来ていて、カンザスのおばあちゃんの手作りのご飯をそのまま出すっていうところで、アメリカンなで、店もすごく可愛いですし、この焼き物とかもおじさんが作ってるみたいで、兄弟でここやってるんですけど、もういるだけですごくこうホッとするような、ぜひ朝ごはん食べに来てください。そんな感じでですね、じゃあ早速1番目お願いします。デニムです。デニム、どんなデニムか見てもよろしいでしょうか。特徴がありまして、片側がすごく細くて、片側がちょっとワイドっていう特徴のあるデニムなんです。2倍くらい違うよ、ほら。そう、このくらい。そうで、履くときはここをこう締めてギュッと締めて履くようなスタイルなんですけど、ファセッタズムのデニム。ファセッタズム、これはいつ頃買ったの？いや、いつかのもう15年。でも本当私が働き出してお給料とかいただく中で、ちょっとこう人とは違うデザイナーズのアイテムが欲しいっていう時に買った。じゃあ初デザイナーズデビューみたいなもん？そうですね。そう渋谷のデスパレートで買いました。これ多分ファセッタズムデビューしたてくらいじゃない？いや、そんな気がしますね。私これ覚えてるもん。総園で木村カエラちゃんが表紙で着てたりとかもしてて、スタイリストさんが北村美智子さんだった。本当？さすが。私それすっごい印象的で、原宿の交差点の看板になってたの、総園で。でこれ見て、なんだこの超可愛いみたいな感じで、それすっごい覚えてる。ビジュアル見て、可愛い、買うみたいな、そういったの初めてした。いや、ファセッタズのアイコンだよこれね。でも未だに履いてて、なんか T シャツインしたりして履くんですけど、この前も電車乗ってたらなんか横からおばさまに「あら、あなた面白いデニム履いてるわね」声かけていただいたりして、そういう会話が生まれる服大好きなんで、しめしめと思いながら「そうなんですよ」とかって言って新宿までちょっと話していったりとか。そこから初手から素晴らしいの。私のエモい記憶も読みさすごい。なんか北村さんだったんだ。そうなの。勉強になります。好きすぎて調べたもん。誰みたいな。続きまして第2番目はですね、大物なんですけど、大物ですね。コートです。すごく持ち思いのニットのコートで、この黄色いボタンがポイントで、これが2014年のフィービーだった時のセリーヌのフィービー時代のセリーヌコートです。でこれもなんか当時 WWD の表紙とかでこのルックがこう選ばれるほど、ちょっとシーズンを象徴するもので、清水舞台この時からやっぱりこうコレクションのメインピースとか買うようになってきてますね。なるほど。10年ぐらい前か。そうでもその中でもやっぱコートだし、セリーヌだし、
本当に意を決してもう100年着るぞってもうこれで寿命伸びるぞ100年着るぞって気持ちで買ったコートです。大事に使ってるの分かる。この見てなんかやっぱニットなんでここのハンガーに全然かけれないんですよ。あ、そうか、形も崩れちゃうし。そうでハンガーにかけるとかけるでここにこう圧力がかかって穴開いちゃう。でもニットだからお直ししてもあんまりわからないところがすごくいいところで、壊れたところは直していただきながら、やっぱりねハイブランドの服はこのマテリアルとかやっぱ見たことない素材だったりとか、本当に新しい技術となんかこうクラフトマンシップがあるのがいいですよね。それはそんだけお高いわっていう。わかる。あとなんか着た時の、自分が凛とする感じがする。ショーで歩いてるモデルが着てね、このビジュアル、さっきの話じゃないですけど、かっこいいって思ったものをこう身にまとうことによる、こう自己肯定感の高まりったらって感じですよね。ねそうラグジュアリの良さがあるんですよ。高いかもしれないけど。そう3つ目なんですけども、ちょっと初出しというかまだ着てもないほやほや。今後も多分どこかで紹介することもなかろうっていうスペシャルアイテムを持ってきました。何？ラフ・シモンズのワンピースで、私ラフ・シモンズすごく好きなんですね。でこれ去年買って、2023だもんね。そうなんですよ。もうラフが自分のブランド閉めちゃうってことで、結構この2023のシーズンは、レディースもあったことからたくさんお買い物をしたんですよ。でこれもその中の一つで、ちょっとパリに行った時買ったんですけど、ちょっとですね、これ本当は緑の真緑のロングスカートなんですね。こういう柄実はついてなかったんですよ。このなんていうんだろう、幾何学で、ちょっとこれが私がちょっとこれ一回着た時に汚しまして、でいつも母にそういう時こう漂白とかお洗濯を頼むんですけど、母が珍しく失敗をして、じゃあこれそう失敗、多分どれかが本当の失敗なんですよ。で色抜けちゃってで彼女はもうそれをどうしようかなって思った結果、なんかそのいろいろ失敗をこういっぱいつけて、かつそこに父がドローイングをするっていうリメイクここもこう裏もこうやってリメイク。かりんちゃんに承諾なしでなんかもう失敗しちゃったっていう LINE は来たんですけど、いやもう無理だと思うみたいな感じで本人から連絡来て、でこういう風になってたのは知らなかったんですよ。だからびっくりして仕上がったらあれみたいな、そう見たことない線ついてる。もうラフもびっくりですよね。すごくでも愛着が持てる一着なんですけど、娘とお父さんお母さんの合作ラフ・シモンズとの合作、まだね着れてないんですけど着ましょう。ちょっとなんだろうな、このね、いつか自分の中でも落としどころつくのかな、つく日が来ればいいんですけど、ちょっとまだ私は分からない。そうだね。4つ目なんですけども、今年すごくこうまた私のファッション購入歴史に残る大きい買い物をしまして、これですね。そうなんですよ。こちらでございますね。トム・ブラウンのスーツを一式揃えましたか。揃えて購入しました。ちょっと家族のセレモニーがあったので、一式来ましたか。そんな言い訳をしながらずっと欲しかったトム・ブラウンのスーツを買いました。一式すごくないですか。いやでも本当に買ってよかったなって思ってて、スーツだからまずこうどこに着てっても大丈夫だし間違いないじゃないですか。でもどことなくこのファッションが持つドリーミーというか非現実的な感情をまとえる、ここまでこう現実と非現実をなんかこう両立したというかいい感じの服もないなと思って。確かにちょっとだけずれてたりするんだよね。そうなんですよ。あとやっぱこのグレーが本当にこう街で着ると少しこう違和感といい意味での違和感がありつつ、すごくシックだし本当に面白い洋服だなと思って。着ないと分かんないよね。着ないと分かんないです。あと全身で着るとこの靴下とかも含めてやっぱり魔法にかかりますね。これはトムの魔法かかるね。魔法かかります。いろいろ情報型でこう色とかスタイルいろいろミックスしたいんですけど、なんかこうトム・ブラウンもこうセットアップできたとしてもなんかその自分が物足りなさがない、本当にちゃんと着飾ってるっていう意思と、自分がもしトム・ブラウンじゃないスーツ着たらちょっと萎縮しちゃうと思うんですよ。これなんかちょっと足りてるみたいな、自分らしく入れるみたいな、でもそれもやっぱこう飛び越えるぐらい本当に力がある服で、あとディテール見てもいい。こういうところとかこういうところとかね。あとこっちですね。
じゃあ最後の5つ目は？はい、最後はこの1着っていうことではなくて、クリストファー・ケインというもうブランドを閉じてしまったデザイナーがいるんですけど、彼の作品をメルカリとかを駆使して買い集めていて、その服をちょっと持ってきました。すごい綺麗な刺繍だね。そうな T シャツとか、これのイメージもとか、これも私結構着てますよね。多分スナップされいただいた時に多分これだった気がする。たくさん出てきちゃってもう机が溢れるぐらい出てきちゃったんですけど、クリストファー・ケインというイリアが好きってことですもんね。そうですそうですそうです。そういうことにしましょう。そうコレクションやってる最中からすごく好きで、買ってました。だからもうかれこれ数年以上は買ってるのかな。でも残念ながら数年前に1回シーズンの最後にコレクション閉めちゃって、その後時々ロンティーとか、あとグッズとか出したりはしてるんですけど、本当にどっかのメゾンのディレクターになるんじゃないかとか、いろいろこう期待も下げてたデザイナーさんです。JW アンダーソンくらいの立ち位置だった。そうですそうですそうです。もっとエレガントなものも作れるしみたいな。でもね、彼インスタは未だにやっていて、ただ前頭こうなくなったりとか、こうたまに投稿しては消したりとかをこう続けてるんですけど、結構アーカイブ来てメンションすると必ずスタンプとかもくれるんで、そうすごく自分の服着てるファンたちに対してリアクションしてくれるの優しいなと思って。このニットシリーズとかだったらすごいよ、この細かい仕事が。そうなんですよ。未来的で、でもこういうクラフトマンシップ使って、生命のちょっと不可思議なものを表現するのが長けてて、なんかさ、かりんちゃんロンドンブランド好きじゃない？好きです、大好き。私今思い出したけどジュリアン・デイビッド好きじゃないですか？大好きです、大好き。なんか、かりんちゃんの私たくさん撮ってるからね、かりんちゃんリストがあるんだけど、あれって今思い出した。そう、シモン・ロジャーも好きだし、イギリスブランド大好きですね。だね。それの一応今推し、ずっと推しこれからもそう、これからも推し、これからも買い続けるしみたいな。じゃあ何人かいるんですけど、もちろんやっぱ JW もすごい好きで、今日 JW もデニム履いてるんですけど、JW もやっぱすごい持ってるんですよ。だから本当にイギリスのデザイナーさん大好きで、な感じすごいですよね。一回好きになると結構アーカイブとか掘りつつ、最近の私はあれです、ドレスをメルカリで探しまくってね。でもなんかこうその当時買おうか迷ったものとか、買えなかったものとかやっぱり出てきて、サイズいくかみたいな感じ。そうこれもなかなかどうしてすごいですよ。A ラインのスカートと思いきや、ここがこう透けていて二重になっていて、ここのくり抜かれた部分からパンジが覗くっていう。覗くと。いいエレガントなんだけどちょっと不思議みたいな。そう形はねすごいねクラシカルだもんね。本当に。これとこのフラワーシリーズのこの網網も割といいんじゃない？これフラワーって書いてあるけど、なんかレースでね、細かくないこれ。しかもレースでさ、花でさ可愛いかと思いきや、よく見ると矢印だから、そうすごくね細かいディテールが詰まってるんですよ。ね、なんか道路標識みたいな、いろんなモチーフが入っている。社会人ともなるとね、やっぱり着てく服選ぶシーンもあるじゃないですか。でそういう時にやっぱこういうスカートとか、あとこういうニットとか、これだったらちゃんとしてるところだけど、これだけだとクラシカルなシルエット、おかしなモチーフ。そうだったら OK みたいなそういう気分で着てます。はい、かりんちゃんの珠玉の5選なんですけども、いやもう期待にたがわずもう上回りました。やっぱりなって思った。かりんちゃんのレンジの広さが改めて分かった。もう何でも試してみて、何でも買ってみて、何でも着てみるっていうことで、そうじゃないと分かんないからね、見てるだけじゃね、ダメなんですよファッションは。はい、皆さんはどの珠玉の5選の中どれが気になったでしょうか。ぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。あとはですね、この人に珠玉の5選聞いてみたいみたいな人がいたら、ぜひそれもコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。